やりませよ、しゅうせみだ。本日なんですけど、本日は4月1日からね、9点のメガポが始まったんですけども、そこでね、売上ランキングを見て皆さんの方にいろいろと韓国目線からシェアしたいなと思います。それでは早速、行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日はね、9点メガポがね、4月1日の深夜12時から始まったんですけども、僕もいろいろ買っているんですけども、この 20% のね、クーポンがもらえて、さらにちょっとお安く買えたりするので、逆に目代わりより安く買えたりするんですよ。この後に目代わりが控えてるんですけども、実際メガポでも安く買えるものがあったりするんですよ。ここはメーカーさんとかの方に確認したんですけども、実際安く買えるものもあったりするので、ここはうまく使い分けていただきたいなと思うんですけども、そこで売上ランキングっていうのが9点の方にありまして、実際に金額だったりとか、個数だったりとかでランキングを決める項目があるんですけども、今回はそちらを見ながら皆さんの方にいろいろ韓国目線でシェアさせていただければなと思っております。っていうところで早速なんですけども、9点のアプリを見ながら皆さんの方にシェアできればなと思いますね。でこちらですね、20%のメガポですね、4月1日の火曜日から4月8日の火曜日なんですけども、クーポンと割引とか還元とか合わせるとお安く買えるっていうところで、最大 20% オフっていうか 20% お得だよっていうセールになっておりますね。クーポンの使い方とか対象商品とかがあるので、こちらの方を見ていただければお分かりになるかと思うんですけども、ここら辺はねクーポンを取っていただいて使用していただくって形になるんですけども、こちらの上の方にランキングっていうのがあります。で押していただくとこんな感じで人気ランキングが出てくるんですけども、実際にねメガポ終了まで残りこういう風に出てますよっていうところで、実際に下の方に行っていただくと件数順と金額順が出ているので、金額の方から見ていきましょうか。でカテゴリーが出てきます。でカテゴリーをビューティーの方にしますね。でビューティーの方にこうやって1位から出てくるんですけども、今回はちょっと1位から10位まで詳しく皆さんの方にシェアできればなと思うんですけども、まず1位がこちらになりますね。メディキューブのAGR ブースタープロですね。美顔器ですね。こちらが33,000円でクーポンを使用して29,700円なので、かなりお安く買えるかなって感じだと思うんですけれども、前回の動画でもお話しさせた通り、絶対1位に来るだろうっていうねお話をさせてもらった通り、本当に1位に来てるんですけども、おそらくこれ多分この期間1週間ぐらいで億単位ではいくかなと思うんですけども、売上ね。そんな感じだと思うんですけども、いろいろ賞を取ってるので、ベストコスメも2024年で2位なんですけども取っていて、この美顔器なんですけども、効くか効かないかみたいなところで言うと、顔にはちょっとねあんまり効果がない感じはした。でも顎のたるみとかのは非常に効くので僕は使ってるんですけども、そういう部分でおすすめかなって感じなんですけども、でこちらツヤ肌とか書いてるんですけども、めちゃくちゃツヤ肌になるって感じではないです、正直。なので、そこら辺分かった上で購入する分にはこの金額がめちゃくちゃ安い。ちょっと前とかもう10年前とかだとこういうものってもう10万円以上じゃないと買えなかったんですけども、今の時代っていうかこの金額で買えるっていうのが非常に素晴らしいんですよね。であと、最近の美顔器って韓国の美容皮膚科に卸せる認定も取ってたりするので、そこら辺で取ってる認定を持ってる美顔器っていうのは非常におすすめなんですけども、あとその韓国の美顔器の会社が一般向けに作った美顔器とかもあるので、そこら辺でも売れてるっていうのがあるんですけども、その中で今回ここに1位に来たのがメディキューブなんですけども、なぜこのメディキューブ1位に来たかというと、多分大きなメディキューブってブランド力もあったり、あとは広告かなと正直思います。であと値段の安さ、でメディキューブってニキビに効くコスメのメーカーって感じだったんですよ。最初そこから爆発的に流行ってたんですけども、その流れで今美顔器が多分一番売り上げがいいんだと思うんですけども、で美顔器ってめちゃくちゃ売り上げを上げやすいんですよ。なので多分これ億単位とかで多分これは軸になってるんじゃないかなと僕は思うんですけども、実際の内部のことは分かんないですけども、美顔器で売り上げ上げるところが多いっていうのが正直ある。どこも最近本当に美顔器作ってて、で美顔器って何か問題がありましたって報告ってないんですよ。なぜかというと、美顔器でその強い周波数とかで使えるようになっちゃうと、美容皮膚科のものって意味がなくなっちゃうんですよね。で美容皮膚科でやるものってちゃんとプロがやるので、そこら辺で取り扱い注意っていうのがあるので、ちゃんとプロがしないといけないものなんですよ。なので効くんですよ、美容皮膚科に行ったら。ですけどこういう一般向けのものでホームケアで使えるものって
そういう何かちょっと焼けちゃいましたみたいなね報告とかそういうのがないんですよ。それあったらめちゃくちゃ大変だからね、これもう作れなくなるし賠償金とかそういう風になってくるから、そういうところで周波数を問題が起きない周波数にしてるっていうところがあるんですよ。でプロから見たらその周波数って実際効くのみたいなね、あとプラスその周波数を使ってて逆にたるみになっちゃうんじゃないのっていうね、それは目先の今だと分かんないですけど10年20年30年になってくると分かんないよみたいな感じのところなので、ここら辺はねここ近い何年とかで分かんないと思うんですけども、今最近こういうものがいっぱい出てきてる中で使っていいのか悪いのかっていうのはちょっとね美容界の施術をちゃんとしてるところから見ても分からないっていうのが正直あるんですよね。そんな感じで1位に来てるっていうのが正直やっぱ売れてるっていうところなので、今実際1443万8000円販売してるっていうので売れてる、ここ1日でこの金額ですからね。でそんな感じでちょっと2位に行きたいなと思うんですけども、2位がアヌアですね。こちらがアヌアのアンプルかな、アンプルですね。1プラス1のセットで韓国では1プラス1のセットが大体普通だったりするんですけども、アヌアのアンプルめちゃくちゃいいです。なのでこれめちゃくちゃおすすめできます。でレチノールあるんですけどそんなに効かないですかね、レチノールは。でもレチノール初めてですよみたいな方は非常におすすめかなと思いますね。なのでレチノール使ってみたいって方はぜひ使ってみるのをおすすめいたしますけども、あと金額も安いんですよ。5040円、1個2500円ぐらいで買えるって感じだと思うんですけども、1プラス1でデイケアとナイトケアのセットで出しているものもあったりするので金額が超絶安いですね。45% オフで3636円っていうものがあったりするので、これはおすすめできます。で僕がね使ってるやつがね今も使ってるんですけど80のやつとかアンプルめちゃくちゃいいです。あと70いくつかなのやつあるんですけども、それもめちゃくちゃ良くてめちゃくちゃツヤ肌になって大好きで使っております。なので僕は仕事でいろいろ地方に行ったりとか海外に行ったりする時とか結構アンプル持ってたりするんですけども、結構ツヤ肌になって、その国でやっぱりその湿気だったりとか暑かったり寒かったりとか湿度だったりとか違かったりするので、そういうところで僕いろいろスキンケアを分けてるんですけども、アナのものって柔軟に全部対応できるようなところで作ってくれてるので、そこら辺がすごいいいなと思っていて、でやっぱりアヌアって誰が使っても多分いいテクスチャーなんですよね。そこら辺がうまく作ってるなって感じがあるのでぜひ使ってみるのをお勧めいたします。アンプルはめちゃくちゃいいんで、アヌアの中で一番いいって言ったら僕アンプルだと思うので、そこら辺は非常にお勧めできます。で1267万7000円で、この価格帯でこんだけ金額を上げるのは個数をめちゃくちゃ上げてる感じだと思うんですよね。なので非常にお勧めできますね。アヌアって言ったら僕はアンプルですね。はい、そんな感じで次に行きたいなと思います。次は3位なんですけども、3位がこんな感じですね。こちらもねコラボのやつなので多分ここら辺は広告かけて上がってきてる感じだと思うんですけども、僕はこちらの商品は使ったことはないです。でちょっと気になる点でちょっと見ていこうかなと思うんですけども、バリア機能だったりとか pH バランス整えてくれたりとかニキビ肌乾燥肌敏感肌 OK とかかな。ちょっとこれも使ってみたい感じはあるんですけども、どうなんでしょうね。多分おそらくコラボで上がってる感じだとは思うので引っ張られないようにした方がいいかなっていう正直僕はあります。実際にねいいとか悪いとかちょっと僕は使用したことないからはっきりしたことは言えないんですけども、あまり引っ張られないようにした方がいいかなと思いますね。最近もうコラボのものが順位全部上の方に入ってるので、そこら辺でねいやーっていうのはちょうど思うっていう感じですね。そんな感じで売上も665万8000円なんですけども、2位と3位の差がねこんだけあるって感じだと思うんですけども、ここら辺も多分上げてくりますよね、この2週間でね。はい、で次に行きたいと思います。次は4位なんですけども、4位がフィーですね。フィーのやつはねプロダクトとしてもすごく良くて、あと商品自体もめちゃくちゃいいのでめちゃくちゃおすすめできますね。こっちも結構メイクさんとか使ってたりとかするので、カバンの中に持っとくのにすごくいいプロダクトだと思います。色も非常にいいんですよね。プルプルしてくれるのもいいので、結構男性とかも使える感じでは全然あります。女性はもちろんのこと男性の方でも非常におすすめできる色があるので、ここら辺僕グロスタカウントもディオールものとかティントのを使ったりとかするんですけども、ディオールちょっと高いんですけどもここら辺のもので対応できるとも全然あるので非常におすすめですね。金額も1584円でめちゃくちゃ安いんですよ。そういうことを考えるとすごいなと思いますね。最近フィーはもう上位に入ってるので、金額安くてここが572万7000円なので、超絶売れてて、実質個数にはもうかなり上位に来てるんじゃないかなと思いますけどね。
はい、で次が5位ですね。5位がこちらの、メディキューブの AGR のブースタープロのミニですね。ミニ後を出して、ここら辺も1万円で買えるっていうね、めちゃくちゃ安いんですよ。いやーでもだからメディキューブもね AG ブースタープロで美顔器出して、それがめちゃくちゃ売れだからミニでもちょっと出そうかなって感じで出したんでしょうね。価格帯も1万円でこれは買いますよね。でミニちょっといいけどミニよりもっと効くものを買いたいってなって、もうちょっと高い3万円のものを買ったりするっていうのもいるかと思うんですよね。で手出しやすい金額で出してますよね。ここら辺も合わせて超絶売り上げ上げてると思うんですよねこれね。でもこれ正直ブースタープロのミニ買うぐらいだったらミニじゃない方がいいかなと思いますね。ミニ買う理由としてはカバンの中に入れてどっか持っていくみたいな感じの方かなって感じだと思いますけどね。あとこちら抽選200名様になんか当たるみたいですけども、こういう鹿のセットとかもあるみたいなんですけども、こちらもコラボでおそらく結構売れてるのかなと思うんですけども、なんせ安いよね。で512万1000の販売をしております。すごいですね。多分メディキューブで、1億どころじゃないと思うんですよ。多分3億とかいくんじゃないですかこれ。メガ割の時には大体もうそんぐらいとか全然叩き上げるので、メガポでも1週間でどれぐらいいくんですかね。運億でしょうね。ここら辺もめちゃくちゃ効くとは言えないので、そこら辺は引っ張られないようにして、考えて金額は安いんですけども、ちょっと使ってみようかなみたいな感じだったらいいかなと思いますけどね。はい、で次が6位ですね。6位がフィーですね。でこちらもフィーなんですけど、やっぱプロダクトとしてめちゃくちゃ持ちたいと思いませんか？僕もこれ持ちたいと思うぐらいのプロダクトなので、あと、色もめちゃくちゃいいんですよ。なのでおすすめ、韓国のツヤ肌、韓国メイク大好きな方は、ぜひ使ってもらうのいいかなと思いますけども、これが2079円。フィーめちゃくちゃおすすめですよ。韓国メイク大好きな方は非常におすすめかなってなってきておりますね。あと持ってても非常におしゃれだし、カバンとかにこのキーでかけていくのも非常におしゃれで、このフィーは大好きですね。もうこちらもフィーもね、もう2つ3つぐらいはランキング10位以内には入ってるので、はい。でこちらが294万の販売をしておりますね。キーリング贈呈ですよ。すごいね。はい。で次7位に行きます。はい。7位がこんな感じでメディキューブ。メディキューブのアンプルですね。 PDRN もう抑えてますね。メディキューブすごいですよね。今回メディキューブの独占ですね。 PDRN も非常に人気があって、VT とかも結構売れてるかと思うんですけども、最近やっぱり PDRN 使用したい方が非常に多いかなって印象なんですけども、その中でもメディキューブ選んできてるのも非常に多いんでしょうね。皮膚科である PDRN ってめちゃくちゃ効くんですよね。で僕 PDRN のいろんなメーカーのね大手から出されてる PDRN のシートマスクだったりとか、スキンケアのものを使ったことあるんですけども、効かないんですよね正直。だったら僕皮膚科行くかなみたいな感じなんですけども、で、過去1個皮膚科から出されている PDRN のやつのものがあったんですけども、それは効いたある程度、めちゃくちゃ効くなみたいな感じじゃなかったんですけども、おお効くなこれみたいな感じだったので、そこら辺は良かったなと思うんですけども、こういう大手から出されてるやつはそんなに数値が高いものを入れてないので、そこら辺は触りとして PDRN 使いたいなみたいな感じの方はいいのかなと思うんですけども、3425円、こんぐらいの金額で買えるっていうのが安いですよね。最近の韓国コスメ超安い。一回なんか安かったんだけどちょっと高くなったんですよ。でそこからまた下がってきてっていうのが金額があって、この下がってきてるっていうのが価格争いですよね。競争してるから、下がって下がって下がってみたいなね。その中で成分のもうちょっとごまかさないようにしていただきたいっていうのがすごくあるなっていうかな。全てごまかしてる会社があるってわけじゃないですけども、見えないところじゃないですか消費者からしたら。そこら辺はいろいろ問題になっていて、いろんなところからそういう数値が違いましたみたいなのが出てるので、実際そういうふうに出て分かることなので調べて分からないですよね。なので、そこら辺は目で見て、こうなんですね、こうですね、認定取ってるんですね、数値はこうなんですね、テスト取りました、認定しましたみたいなところしか分かんなくて、そこを信じるじゃないですか。ちゃんとした記載されていればそうなんですからっていうかね。なので、そういうのをやっぱりちゃんとねしてもらいたいなって正直思うところではあるんですけども、僕がしてるってわけじゃないんですけども、
PDRN は本来めちゃくちゃ効くものだと僕は思ってるので、なのでこれが効かないってわけじゃないんですけども、引っ張られないようにした方がいいかなと思いますね。はい、で次に、こちら金額が263万5000円の販売をしておりますね。で次が8位になります。で8位がフィーですね。でフィーすごいですよね。こちらもキーリングで、やっぱプロダクトとして僕大好きで、あと物としても非常に良くて、このチークパレット、韓国のチークパレットってめちゃくちゃ色いいんですよね。で韓国のチークパレットってめちゃくちゃ売れるんですよ。で色も非常にいいと思います。なので韓国のツヤ肌メイクとかしたい方は非常におすすめかなと思いますね。これチークとかも男性でも全然使えるので、うまく使えばナチュラルメイクできるのでめちゃくちゃおすすめできます。2227円ですね。安い。で売上が238万円を販売しておりますね。これもう本当にフィーはもう結構上位に入ってきてるんじゃないですかね。全部の売上上げると。そんな感じで9位に行きましょうか。で9位ですね。9位がスキンフードのパッドですね。スキンフードいいですよね。ちゃんと効果があって、金額も安くてみたいな感じで、カンナムとかの地下とかにもスキンフードとかあったりするんですけども、スキンフード好きな方はスキンフードずっと使ってます本当に。でこちらのパッドの水分パックパッドが非常にいい。毛穴ケアとかこういうのもいいんですけども、水分パックパッドめちゃくちゃいいです。こちらのスキンケアのやつは僕も持ってるんですけども、すごくいいですね。で金額が3510円ですね。スキンフードってやっぱりトラブルケアに向けた商品かなと思うんですけども、ちゃんとトラブルケアに効くんですよね。ちゃんと抑えてくれて鎮静させてくれてっていう感じになるので、僕は大好きですね、スキンフード。はい、でスキンフードの金額、売上が167万1000円の売上出してますね。はい、スキンフードを10位以内に入ってくるのはかなり珍しいんじゃないかなと思うんですけども、そんな感じで10位いきましょうか。で10位が VT の PDRN ですね。ここで VT の PDRN が入ってくるんですね。僕ねこの VT の PDRN 使ったことあるんですけども、全然効かなかった。これは正直。であとこのシートマスクのシートがめちゃくちゃ薄くて、ちょっと微妙だったって感じですね。どんなシートだったかというと、昔のクオリティファーストのビタミン C の以前改善される前のシートみたいな感じだった。だから薄っぺらい感じだったんですよ。もうシートがめちゃくちゃ安いシートを使ってるなって感じだったんですけども、クオリティファーストは最近ね、去年ぐらいか全部変えて、太い感じのいい感じのシートに変わったので非常に良くなったんですけども、こちらがシートがねあんまり良くないですよね。で僕この VC とかも歯科のやつとかも肌が白くなるとか AC ケアとか全部使ったんですけど、シートマスクのシートがあんまり良くないんですよね。それが改善してもらったらある程度良くなるのかなって非常に思ってます。そこら辺は、金額も安いんですけどね、1960円で安いですよね。で僕このボックスのやつはVT に限らずボックスのやつはもう必ず買って持ってるんですよ。でいろいろ持ってるんですけども、ボックスのやつはねクオリティファーストのやつが一番いいですね。で韓国でもクオリティファーストって非常に人気があるんですけども、日本に行った時にはクオリティファーストのシートマスク買ってたりするので、それぐらい人気あるんですけども、あと人気あるものだったらセンカとかね、あとは SK2 みたいなものがね、そこら辺の3つがね一番日本のやつだとスキンケアのもので売れてるかなって感じなんですけど、はい、そんな感じで VT の PTRN が金額が1960円ですね。安いですよね。そんな感じで10位がこんな感じになってきておりますね。でそのままの流れでちょっと、こちらの件数ですね、どれぐらい個数を上げてきてるかっていうのを見たいんですけども、やっぱり1位がフィーですね。2530か、すごいですね。ここら辺が1位になってきて、アヌアとかフィー、134がフィーですからね。そんな感じでメディキューブのブースタープロが10位になってきてるんですけども、こんな感じで、件数は個数は上げてるかなって感じですかね。はい、そんな感じでございますか、10位までね。はい、そんな感じで10位までを韓国目線でいろいろ話させてもらったんですけども、
順位に引っ張られない方がいいかなっていつも言ってる通り、思っていただければ非常に嬉しいかなと思うんですけども、やっぱりいつもランキングに入ってるもの変わらないですよね、そんなにね。なので本当にいいものが、本当にいいものっていうか、韓国で本当に支持されてるもの、使ってるものっていうのが上位に来るのが、やっぱり広告をかけなくてもやっぱり売れてるから、広告かけないと思うんですけども、そこら辺はやっぱり左右されないようにっていうか、本当に自分に合う商品を使っていただきたいなと思うんですけども、はい、そんな感じで僕が思うこと、感じたことをシェアさせていただきました。なんかね、わからないことがありましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。今回も最後までいただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。